はい、どうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということで、今回ね、ご紹介するのは、ブールマルシャンドバーンということで、赤ワインのバターをご紹介します。で、この時にですね、ステーキ肉を焼きまして、ステーキフリップという形で、ご紹介できたらなと思っております。で、こちらもう非常にね、ステーキ肉とはもう最高に相性のいい、バター、合わせバターになりますので、皆さんのね、ステーキをビストロ級にする、最高の合わせバターですので、ぜひ覚えていってください。それじゃあね、早速作り方の方をご紹介しますので、皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい、じゃあ材料の紹介です。こちら、バターですね。必ず室温に戻してください。はい、で、こちらがレモン汁とパセリのみじん切りになります。で、こちらがフォンドボー。こちらもご用意ください。で、こちら赤ワインになりますね。はい。で、こちらのエシャロット。こちらもご用意ください。大きいですけども、実際使うのはちょっとになります。で、ステークフリット用のじゃがいもですね。で、あとこちらがステーキ肉になります。ランプ肉用意しています。で、エシャロットは、ほんのにちょっと必要なので、この量を、みじん切りにしていきます。こんな感じにしていただければ OK です。で、まずそれを鍋に入れましょう。で、フォンドボーも入れちゃってください。で、赤ワインを注ぎます。で、火をつけて詰めていきます。大体火加減は中火ぐらいで大丈夫です。で、こうわーっと沸いてきた時に上にこうアクのようなものが浮いてるんですけども、あれは全てエシャロットになるので、アクは取らないでそのまま煮詰め始めてやってください。で、周りについたですね、こういった赤ワインの色素はちゃんと取ってあげて、ここまで煮詰めます。かなり煮詰めます。もう本当にここまで煮詰めちゃってください。かなりとろっとしてますよね。これがすごい重要になってきます。こんな感じですね。で、冷やしたものがこちらになりますね。で、室温に戻したバターをですね、ちょっとほぐしてあげて、で、一回ね、練りやすい柔らかさにまで持っていきます。大体これぐらいの硬さであれば大丈夫です。で、そこに、先ほどの煮詰めた赤ワインを入れていきます。必ずね、冷ました状態から入れていってください。で、ここから合わせていきます。で、ここで、塩コショウを入れちゃってください。で、詰めた赤ワインはもう全て入れてよーく練っていきます。で、この時に、パセリとレモンを入れるんですけども、もうこの2つを入れたらもう手早く練ってください。もうレモン汁もね、少しで大丈夫です。で、ここで手早く練っていきまして、で、しっかりね、練りましたら、こうやって、ラップでこれから包んでいきます。円筒状にしていただいて、ギュッとね、ラップで形を整えていきます。
で、一回くるっと巻きましたら、ここでだいたい一回ちょっとね、厚みを作っちゃってください。決めてしまって、で、だいたいまあこのぐらいの太さにしようと決まったら、両端を持ってぐる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 っといっちゃってください。で、両端を縛って、で、これを冷やしていきます。こんな感じですね。で、これを冷蔵庫に入れてしっかり固めます。じゃあ、芋の方、蒸していきます。大体40分ぐらい、蒸して、竹串を通してみると、もうスッと入りますんでね。こうなれば大丈夫です。で、このじゃがいもは一回完全に冷蔵庫で冷まします。で、完全に冷ましましたら、まあ、食べやすいサイズにね、カットしていただいて、で、そのままね、お肉の方も塩コショウを今していきます。もう両面しっかり塩コショウしちゃいましょう。こんな感じですね。で、しっかりね、固まったこちらブールマルシャンドバンをまずカットしていただきます。まあ、こんな感じですね。はい。で、これは一旦ですね、室温に持っていきます。で、これからこのステーキ肉をグリヤードで焼いていきます。まあ、もちろんフライパンで焼いていただいても全然 OK ですので。はい、ということで、ドレッセいたしましたブールマルシャンドマンのステークフリットでございます。で、こうね、ステーキの熱でですね、こうカーッと溶けていきますので、この状態がね、最高にいい状態ですね。では、実食です。赤ワインの香りと、コクとでこうフォンドボーが合わさったことでこうグッとねま
とまりのあるバターになってるんですけど、このブールマルシャンドバンはやっぱり赤身のお肉、やっぱりランプ肉とすごいよく合いますよね。赤身のお肉とこう赤ワインのこの力強さとグッとこうねある力強さとこの風味とコクと、最高ですよね。ぜひね本格的なビストロ級のステーキになりますので、一度お試しください。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。ブールマルシャンドバン。ワイン商人のバターなんてね、言われたりはするバターではございます。はい。で、こちらのブールマルシャンドバン、本当にね、これもうステーキ肉とばっこしね、合う最高のね、ビストロ定番の、ブールコンポゼになるんですけども、この今ねお伝えしましたブールコンポゼ合わせバターなんですけども、他にどんなものがあるんですかということで、せーのドン。はい、こちら。はい。本日ね、ご紹介しましたブールマルシャンドバンですよね。その次に、ブールデスカルゴ。こちら、よくね、エスカルゴバターなんてね、聞いたことあるんじゃないかなと思います。で、次に、ブールメートルドテルっていう、パセリとね、レモンの、こちらも結構定番の合わせバターですね。で、最後に、ブールキャフェドパリっていう形で、こちらもね、結構美味しいね、バターになります。その他にもね、いろんなね、合わせバター、実はあります。で、どこかのタイミングでね、ご紹介できたらなとは思っておりますので、ぜひぜひね、そちらもお楽しみにしていただければなと思っております。はい。で、ここからが、ちょっとですね、専門的なご説明させていただきたいなと思っております。はい。で、今回ご紹介しました、ブールマルシャンドバン、こちらなんですけども、今回私がご紹介したこちらのレシピの内容については、どちらかというと、ステークフリットに合わせにいっている、ブールマルシャンドバンになります。はい。で、どういうことかっていうと、若干ですね、フォンドボーが、多い、分量になってます。はい。で、どういうことかというと、こちらのフォンドボーを半分減らしていただければ、綺麗なね、鮮やかなワイン色のバターにすることができます。ですので、見栄え重視の場合であれば、こちらフォンドボーの量を半分減らしていただければ、綺麗な鮮やかなね、赤ワインの色にすることができます。じゃあなんでね、フォンドボーを多くしてるかっていうと、結構ですね、このフォンドボーの量を多くすることで、ステーキ肉とですね、がっつり合わせにいってます。もう、これをすることで、お客様のですね、食べる方の満足度がぐっと上がるので、私はですね、この、ブールコンポゼのこのブールマルシャンドバンはこの分量でいかせていただいております。はい。実際に召し上がっていただければ、いや、うめえなってなるんですよね。はい。ただ、やっぱり色鮮やかにいきたい。やっぱり今はね、映えの時代ですから、綺麗な色でいきたいという場合は、フォンドボーを減らしていただいていくんですが、物足りなさはあります。はい。で、そこを補うための手段として、少しね、塩を増やしていただくとか、あとは、赤ワインと、タイムの相性が非常にいいので、煮詰める際にですね、タイムを、そこそこの量入れていただいて、で、ぐっと煮詰めていただければ、かなりね、タイムの匂いが、香りが移りますので、そうすると、香り高いですね、ブールマルシャンドバンになって、色も鮮やかな、ものになるので、そういったね、やり方もできますので、もしね、一回試してみたいということであれば、そちらもぜひぜひお試しください。はい。で、こちらのブールマルシャンドバン、皆さんのね、ご家庭で作るステーキ肉をビストロ級にする最高のね、ブールコンポゼ合わせバターでございますので、ぜひぜひお試しください。ということで、またね、次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。